電子工作ソボルを使うまでの調整とジグ。1、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。ソボル SO2 の描画ドローイングシーンです。このマシンは4つの仕事をこなしてくれます。それは1、文字を書くこと。2、このようなイラストを描画すること。3、レーザーで彫刻することと4、カットすることです。これから何回かに分けてそれらをご紹介していきます。まずは使えるようにするために準備と調整をしていきます。その次にマシンを動かすためのファイル作りを解説します。レーザー一つとってもいろいろな発展性がありますので期待してご覧ください。開封。まずはソボル 3T SO2 の開封からです。このような箱状態で配送されてきます。蓋を持ち上げて刃を入れています。箱を開けるとまずバインダーとレーザーのお試し用の板が3枚入っています。それ以外はクッション材で覆われているので内部機材の破損はないでしょう。A5 サイズの英語マニュアルが入っています。動画の最後に私の拙い日本語訳マニュアルを掲載しました。よかったらハードコピーしてお使いください。マニュアルでは詳細まではわからないので動画もどうぞご覧ください。さて中身を出してクッションを外しましょう。レーザー用のグラスです。レーザーは遮蔽がついているのでほとんど使いません。でもレーザー光を長く見るときは必ず使いましょう。Y 軸です。ほとんど組まれています。リス類、タイバンド、インストール用 SD カードとリーダー、スパナです。ホルダーです。この機種は大きいペン、マジック等をつかめるのでとても良いです。X 軸です。Y 軸のナット4本で固定するだけで組み立てが終わります。電源コードです。別途アダプターが必要です。付属のボールペンと半導体 FF80 レーザーで出力 10W 入力 80VA です。反対側のスタンションと電源アダプターです。電源アダプターは
135×55×35 と若干大きめです。出力は DC24V、4A、96W です。レーザーフルパワーでも問題ないです。これは片側のアルミスタンションでビス2本で留めます。名板にはロッドや機械サイズ、電源容量の表示があります。梱包品の全容です。これから組み立てに入ります。組み立て。もう片方のスタンションを取り付けます。ボルト2本と付属の六角レンチを使います。こちらのスタンションは X 軸を取り付けてから微調整が必要です。なので仮で止めておきます。X 軸の組み立てです。 Y 軸のナットを4つ外して取り付けます。工具で締め付ける仕様ではありません。簡単に終わりました。この時点で Y 軸は直角でなければなりません。方法は後ほどの動画で説明します。説明書に従ってコネクターを接続します。XH コネクターには向きがあって逆にさせないようになっています。終わりました。ペンホルダーの組み立てです。これもボルトで取り付けるだけです。長い方のビスを4本取り出します。これを六角レンチで締め付けるだけです。終わりました。
ホルダーにはバネがついています。実はこれは非常に重要です。ボールペンを挟みます。ペンホルダーのネジを緩めて締めるだけです。このネジ、つまみはヘッドを上下する調整用です。このコネクター2個はレーザー用です。タグがついているので分かりやすいです。ここですね。取り付け動画はレーザー編でご覧ください。X 軸を取り付けましたが、高さ調整が必要です。水平でないとヘッドが Y 軸から離れるほど高さに誤差が出ます。ペンの場合は筆圧の差が出たり、紙に届かないこともあります。レーザーはエンクロージャーから非照射面までの距離が7ミリしかないので、ここで水平を出しておきます。方法は簡単です。 Y 軸と先端側の高さを揃えます。私はこんなものを作りました。高さは Y 軸寄りの寸法です。実際 Z 軸の先端を押さえながらスタンションの角度を調節してネジを締めなければなりません。そこでこの台で支えることで両手が使えるようになります。もし高さが足りなければ最寄りのものを挟んで調節します。めったに使いませんが作っておくことをおすすめします。水平器を使う手もありますが、5ミリ以内の調整は無理があります。差が1ミリ以内になったらよしとします。スタンションの四隅に滑り止めを貼り付けます。ここだけカバーと干渉しますので、その分カットします。終わりました。バインダーの裏四隅に滑り止めを貼り付けます。
2個のクリップが付属しています。これがないと紙がペンの摩擦で動いてしまいます。要所を結束して組み立て終了です。動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。ソボル SO2 日本語マニュアル。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。